はい、皆さん、こんにちは。すいません、最近の動画がね、難しいという声が結構あって、ただね、今いろんなことが世界中で起きていて、ちょっとね、そういうのをやっときたくて、これが終わったら、また普通の都市伝説、怖い系とかに戻りたいと思います。今日は前々回の動画で話した、これからの世界はどのようにして変わるのか、みんなと考察していきたいと思います。Twitter でみんなの意見募集したら、たくさん集まりました。ありがとうございます。まあ、みんなの意見をまとめつつ、紹介していきたいと思います。なので、完全に外れたら、みんなのせいですからね。責任押し付け。と、その前に、一個ちょっと怖い都市伝説を紹介したいと思います。飼ってる魚に名前を付けてはいけないという都市伝説、みんな知ってますか？ある少女が学校の授業で一匹の金魚をもらってきました。少女はその金魚に名前を付けて可愛がっていました。それから少女はもっと金魚が欲しくなり、金魚すくいで4匹の金魚をもらってきて、金魚鉢に入れました。ただなんとしばらくすると、学校でもらってきた名前の付いた金魚が死んでしまいました。なので残りの4匹の1匹に同じ名前を付けてあげたら、今度はその名前の付いた金魚が死んでしまいました。次に名前の付けた金魚も死んでしまい、結局5匹いた金魚は全滅してしまいました。不思議に思った少女は水族館に働いているおじさんに、金魚に名前を付けたら死んでしまうということを話すと、そんなことしちゃダメだよと怒られました。おじさんはすぐに金魚を買いに行き、なんと金魚鉢の前でその金魚を握りつぶしてしまいました。金魚鉢の中に入れると、これで大丈夫と言いました。どうやら金魚は名前を付けられると自分が高等な生き物だと認識して、寂しさから道連れに他の魚も連れて行っちゃうということでした。その矛先が家族にも行かないために一匹の金魚を握りつぶし、生贄を行ったそうです。僕この話初耳だったんですけど、昔流行った怖い話なんですからね。まあ信じちゃいないですけど、ちょっと似たような体験があって、確か中学生ぐらいの時に僕金魚を飼うのにハマってて、お父さんとペットショップに行っていろんな金魚を飼っていたんですね。デメキンとか。ただ一匹が病気を持ってて、それが感染してわずか数日のうちに全滅してしまいました。確かに名前は付けてましたね。みんなも似たような体験ありますか？これからの世界はどのようにして変わるのか。おそらく完全に収束するのはインフルエンザなどを考えると難しそうですよね。これもまたウイルスとうまく共存していく時代になってくると思います。ワクチンはいつ開発されるのか。報道では全てが完璧に物事が進んだ場合、早くて今年の9月。ただ現実的に考えると2021年の冬ぐらいではないかと推測されています。最初にちょっとダークな話をしちゃいましょう。今回の影響でこのまま夏まで続けば中小企業の失業率は5割以上とも言われています。これかなりやばい状況ですよね。アメリカでは4月末の時点で 14% の失業率がデータとして出ているそうです。これはもっと悪化して世界恐慌時の4人に1人仕事がない状況が訪れる可能性があると。今回の件で格差社会がさらに増すとされています。富裕層はそのまま裕福、貧困層や中間層は一気にどん底に落とされたと。それと人って孤独だと死んでしまうんですね。アメリカの調査によるとすでに自殺率が 80% 増加しているそうです。めちゃくちゃ多い。日常生活の分かりやすい変化で言うと、人との距離感ですよね。自宅勤務、テレワーク、リモートワークが推進されて会社に出社。学生たちも直接学校に登校せず、オンライン授業のシステムが採用されています。ビデオ会議が主流になりつつあります。レストランでも人が入らなくなったことでテイクアウトを始めたり、Uber Eats のような宅配サービスも利用されることが増えました。まあこれはもちろん自粛期間なので一時的なものではありますが、リモートワークなどを利用し始めたことによって今まで無駄だったことが省かれて、より便利な社会に変化しつつあるかと思います。自粛でのストレスは増えてはいるんですけど、同時に満員電車や会社に出社しなくていいというストレスは軽減されているそうです。より働きやすい社会に展開されていきそうですよね。みんなはどう思いますかね、この最近の距離感。僕は極度にね閉鎖された空間は嫌ですけど、東京のような人口密度はストレス社会で、それは確かに改善されるべきなんじゃないかと。とはいえ完全に隔離された社会もごめんですよね。これに加えると AI 化、デジタル化、ロボット化、今回の件でさらに急成長を遂げそうです。 Amazon Go がすでに行っているようにセルフレジや無人レジに置き換えられそうです。また医療現場ではロボットが食事を調達するなどして活躍しているそうです。配達もドローンやロボットが行うようになるかもしれないです。 Google 系のドローン配達会社がここ2週間で配達が1000件を超えたと
とか、工場でも自動化が進んでいて、ロボットが行える作業は自動化させ、従業員は家から仕事が行えるような環境。あと今大打撃を受けているのがクラブとかライブハウスですよね。今後ありえそうだなってめっちゃ思ったのが、映画とかアニメで見るバーチャルライブありそうじゃないですか。これは正直技術的にはいつでも行えそうですもんね。今回の件で人のメンタルはどのようにして変わったのか、これに関しては人それぞれではありますけど、確実にみんな意識が変わったんじゃないでしょうか。政府、マスメディアへの疑問、ニュースを見ることより、確かにデマ情報は多かったですけど、 SNS の方が有力な情報があったりもしますよね。こういうパニックが起こるとトップの判断が試されます。より目覚めた人が増えて、選挙の投票率なんかも増えるんじゃないでしょうか。もっと日常的なことで言うと、大げさかもしれないですけど、幸せの価値観なんかも変わったんじゃないでしょうか。言い方悪いですけど、社会ってたくさん無駄を生んで、そこで忙しくさせたりしていると思うんですけど、今回の件で改めて何が大切なのか見極めることができたかと。それから上からの指示を待つ時代ではなく、自らの考えで動く必要があるかと思います。地震警報が鳴らないと避難できない人たちや、政府に言われないと自粛できない人ではなく、自分で考えて行動する必要がある社会。そしてここからが都市伝説です。前々回のマトリックスの動画の続きになるんですけど、このままいけば地球という環境がやばいことになって AI が管理する社会がやってくるかもしれないというお話しましたよね。今世界が地球維持に向けて様々な計画を実行しているんですけど、地球って本当にやばいの？プラネタリーバウンダリーというものがありまして、これ以上進んじゃうと取り返しのつかないことになるよっていう地球の限界を示すものなんですね。このように赤い箇所、すでにいくつか限界突破している箇所があるんです。なので世界は文明発展だけではなくて地球のことも考えなきゃやべえってなって、1992年ブラジルリオデジャネイロで地球サミットが開催されました。そこで議論されたのは地球環境問題、21世紀に向けて持続可能な開発を実現するための行動計画、アジェンダ21。21世紀も地球が生きていけるためにはどのような問題を解決する必要があるかといった感じです。いい計画じゃんって思うじゃないですか。地球に優しい世界を目指すっていうのは、ただこっからが都市伝説で、アジェンダ21では土地、資源、水、動物、生産物、情報、人、すべて管理し、持続可能な環境を維持するためにみんなの身の回りのものすべての私有財産を奪い、裏の計画ではプライベートの部分をなくすことが目的だとも言われているんです。裏の計画ってよりかは視点の違いでもありますよね。今後の世界のね、維持のためにみんなの身の回りのものをすべて管理する必要があるってなって、それは違う目線で見るとプライベートがなくなるっていう意味。その一つで分かりやすいのが都市への集中化。これはもうイメージとして都市の方がビジネスチャンスもあるし、人も多くてやれることも多いから、とりあえずやりたいことがなかったら都市へ移動するみたいなことがありますよね。ただこれはアジェンダ21によって計画的に作られたことで、田舎から都市へ人口を集中させることによって選択肢の少ない制限のある暮らしを強制的にさせているというんです。大都市だと一見選択肢がたくさんあるように思えるかもしれないですけど、家賃は高く、住む家は小さくなって、物価も高くなって買えるものは限られ、人が多すぎるから行ける場所も少なくなって、確かに自由度は低い気がします。僕も海外から東京に引っ越して前から思っていたんですけど、東京ど真ん中高立地高層マンションで家賃が何十万何百万とするのに、チンコ縮こまった閉鎖的な生活してるなって思って、本来の幸せってなんだって思えてきますよね。みんなが都市へと移動すれば田舎の土地はガラ空きになるので、そこを独占するというんです。みんなの身の回りの全てを管理してしまえば、今後の地球に向けての計画がうまく進行すると。もちろんこの中には人口削減も入っていると一応されています。具体的には 85% 減らす必要があると。これはどこまでが本当かは分かりませんが、ジョージアガイドストーンなんかにも繋がっていきますよね。世界5億人という。そしてその最新版が2015年9月に誕生した SDGs、 誰一人取り残さないという理念があります。環境維持のために17項目がこのようにあるんですけど、これをどのようにして遂行していくのか、そこが肝心です。日本にはムーンショット目標というぶっ飛んだ計画があるのを皆さんご存知でしょうか。確か今年1月に公開された社会問題を解決するために2050年までに実現
させる社会の目標なんですけど、大きく分けて6つあるんです。1つ目からかなりぶっ飛んでいるんです。人が身体の空間、時間の制約から解放された社会を実現。これ実際に内閣府のサイトに記載されていることですからね。詳しく見てみると、人一人につき10体のアバターなどを操作させることで大規模で複雑なタスクを実行するといった内容なんですね。一人で10人満足させることができる社会、素敵。ぶっ飛んだ AV とか登場してきそうですよね。それだけでなく、身体的能力、認知能力、知覚能力をトップレベルまで拡張する技術を開発。言い換えれば、肉体はロボット化し、脳とコンピューターをつなげることで情報のインプットを行えると。目標2では、未病の状態から健康な状態に引き戻すための方法を確立って書いてあるように、不老不死が可能になりそうです。ここで完全に仮想空間に生きる人と現実世界を生きる人で分かれそうです。ムーンショットとは別で、ソサイティ 5.0 というものがあります。これも内閣府のサイトに載っているんですけど、ソサイティ1は狩猟社会、2は農耕、3は工業、4は情報社会。これが今ですね。そしてこれからの社会が第5期科学技術基本計画。これはいろいろなことが書いてあるんですけど、簡単に言うと 5G の世界です。仮想空間と現実空間を融合させたシステムです。あらゆるものがデジタル化し、ネットにつながることによってサイバー空間に情報が行き来し、そこで膨大なビッグデータを人間の能力を超えた AI が分析し、ロボットなどを通じて人間にフィードバックされる社会。なのでこれからの社会はみんなの日常的な行動が情報としてサイバー空間に行って、そこのビッグデータを AI が管理し分析し、人間に直接フィードバックを送るということです。面白いのが、ちゃんと AI やロボットに支配され監視されるような未来ではありませんって書いてあるんですね。本当？またこの社会は人間中心の社会だというんですね。ロボット AI のおかげで個々の能力に関係なく誰もが快適な生活を送ることができると。なのでこれからは個々の力が注目されていきそうです。こんなぶっ飛んだ不可能に思えるような計画、本当に2050年に可能なのって思いますよね。ムーンショットというのはジョン・ F ・ケネディによる1961年のスピーチで月に人間を送るという目標を宣言し達成したことに由来します。なので不可能に見えて人類は達成してきたんですね。ぶっ飛んでいるようでそうでもないんです。そして現代の話に戻すと、おそらくこれからワクチンが作られてみんなに打ち込まれますよね。今話題になっている0020060606特許を見れるサイトでマイクロソフトが3月26日に発行した特許が今話題になっているんです。特許番号、皆さんお気づきですかね。こちら何かに見えてきますか？都市伝説業界ではもしかしてこれワールドオーダー2020年666なんじゃないかと推測されているんです。確かにこれ見るとまんまそのような感じですよね。あからさますぎるけど、しかもその内容というのが身体活動データを使用する暗号通貨システム。ちょっと難しいですよね。どうやら人間の身体活動にセンサーが反応して、それによって仮想通貨、暗号通貨が得られるということになっています。これがどのようにして人間の体に影響してくるかわかりませんが、マイクロチップなのか、人間の身体活動にセンサーが反応してある条件に紐づいて、条件が満たしていたら仮想通貨、暗号通貨がもらえる。どういうことそれ？だいぶコントロールされて制限のある管理社会になっていきそうですよね。てかこれ探した人すごいっすよね。これに加えて第3次世界大戦とかも考え出したら、かなりねあり得るシナリオなので、ほんとこれから激動な時代を迎えそうです。なんとか皆さんで乗り越えていきましょう。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。